死ぬまでずっとアートをやめないで覚えてくれるような人を選ぶっていうのがあるかな。なるほど。そうするとその20人たった20人がそのアーティストの味方になってくるわけです。まず自分の好きなものを選ぶこと。さて、今回の講座もゲストの方をお呼びさせていただいております。ギャラリストの、小山富夫さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。小山富夫ギャラリー代表取締役の小山富夫さんです。西村画廊や白石コンテンポラリーアートを経て1996年に独立し、現在のギャラリーを始められました。他にも多くの美術関連団体の役職に就いていらっしゃいます。小山さんは奈良義朝さんや村上隆さんなど日本を代表するアーティストを発掘・プロデュースされてきたご経験をお持ちで非常に有名です。多くの美術関係者、コレクターやアートファンが慕うギャラリストでいらっしゃいます。ありがとうございます。そもそもこういう世界をあまり知らない方にとっては、その美術館とギャラリーっていうものの違いそのものもそんなによくわからないっていう方も多いかと思うんですが、そもそもギャラリストというものはどういうものなのかというのをお聞かせ願えれば。ギャラリーと美術館が一番違うのは、ギャラリーはタダなのね。タダで絵が見れる。間違いない。大事なところなんですけど、それであとはギャラリーって展覧会は3週間とか4週間とかそのくらいずっとやっていくんですけど、多くのギャラリーはその自分たちのアーティストがいるんですけども、そのアーティストの新作を見せる。で展覧会として見せることによって、1点だけの絵っていうのもあるんですけども、並べ方とかそのグループとかで、その時にそのアーティストがどういう展覧会をしたいかっていうその空間で表現をしたいじゃないですか。そういったものを見せて、でもう一つ大事なのはそれを私たちは売って、作品を売って、僕らのもちろん経営もしなくちゃいけないんですけども、アーティストにお金をシェアして、お互い生活していくというのがギャラリーの仕事なんですね。売るためにその作品をピックアップして写真を撮るとかデータを作るとか、それをプレスリリースをいろんな人たちに、コレクターの人もそうですし、雑誌の人たちとかテレビの人たちとかに、あと新聞ね、そういうところに巻いたりして、その展覧会に来てもらうとか、もう一つは価値をつけるとか、そういったことのサポートを結構やらなくちゃいけないですね。会うところはねいろんなところであったり、卒業展とか、あとアーティストの友達とか、そういったのは結構有効だったりするんですけど、一番ねそのアーティストと会って技術とか、その制作に対する姿勢みたいなものがまず見る。それがすごい得意であったりとか時間をかける人もいたりするんですけども、そういうのであったりとかするっていうことがまず一つだけど、その人の生きてる中でそのアートの位置、アートが持ってる位置みたいなものがどれだけ強いか。村上隆さんがさ、芸術死ぬまでやりますかってなんか昔スローガンでやったんだけど、美術の場合は特に死んでからが作家になる感じ。ゴッホも死んでからゴッホってなるじゃない。死ぬまでずっとアートをやめないで覚えてくれるような人を選ぶっていうのがあるかな。なるほど。ギャラリーか。でも普段普通に生活している人ってギャラリーっていうところに足を運ぼうという意識が基本あんま向かなそうですよね。なかなか向かないですよね。さっきあとハードルがすごく高そうですよね。すごい緊張するみたいですよね。さっきも言っただけど最近はね、若いカップルの人たちとか物おじせずにバッと入ってきますよ。あ、そうですか。価値をつけるっていう、ここ結構ギャラリー的にはポイントですよね。売るっていう意味で価格っていう意味が一つの価値じゃないですか。そういった意味で言うと一番初めさっき言った無名でやる時っていうのは、僕これ言い方難しいんですけどいつも言うのはね、売れる価格まず売るために、例えば30点そのアーティストが出すとするじゃない。これで20点ぐらい売れるとします。アートの作品っていうのは書いてる時は自分のアーティストが自分でいいと思うわけじゃない。でその後に僕みたいなギャラリーの人たちがいいと思うじゃない。でそれが展示されて誰かが買うっていう時に、例えば10万とか20万とか、そういったお金に変わると、それが20万っていう結構高い値段じゃない、社会の価値として置き換えられるわけですよ。そうするとその作品がアーティスト個人のものから
社会のものになる、はいはい、でそうするとその20人買った20人がそのアーティストの味方になってくるわけです。それによってちょっと20人のマーケットができて、そしてその次の展覧会っていうことになっていくと、そうするとちょっとずつそれで需要を、そのアーティストが売れたっていうこととかも、あとはそのアーティストの活動をその間からまた1年とか2年ぐらいの間にその広げていくことを僕らはするんですけど、そういうことをやっていくうちにちょっとずつ需要が増えて、需要が増えるっていうことによって価格っていうのを僕らはちょっとずつこう上げていくっていうことが普通ですね。そうですよね。それを買う、コレクターと呼ばれる方たち、逆にその方たちのこともちょっと聞いてみたいんですけど、絵画なり、そのアート作品を買うっていう習慣を、持ってない方が大半だと思うんですけど、その買うっていう感覚、もしくはその、コレクターがどういう方たちなのかっていうのもあるかもしれないですけど、そうじゃなくても、ふっとギャラリーに入って買うっていう感覚になるっていう、このなんていうんですかね、この感覚って何なんでしょうねっていう。僕なんかも時々人のギャラリーで買ったりもするんだけど、この作品、そのアーティストをずっと見てたりするじゃない、この作品面白いなって時に、なんか僕としてはね、それ他の人に買われたくないなとかねそういったこともあったりするんですよ。なんか俺それが欲しいなっていうふうに思ったりもするんだけど、普通一般の人たちはやっぱりこれを自分の空間に置きたいなとか、あそこ例えばすごい具体的にね、この作品をここに置きたいなっていうのは結構考えられるみたいですね。そうですよね。それで作品のサイズを測って聞いたりとか家を測ったりしてそこに入れるっていうのが結構あったりして、だから装置としては絵ってすごいこうその空間を変えるには簡単なものなんですよ。そうですね。かけるだけですごく変わったりするんで、あとはなんかもし会社だったりするとそこ会社に買いたいっていう人がいたりすると、それを買うことによって自分の会社のその方針みたいなものが分かるっていうこともあったりして、すごいなんかこういったことこういった絵に出てるようなことがちょっとつながってんだぞみたいなことがあったりする人もいるみたいですね。会社の理念とか、個人の思想とかそういうものを表すものになりますよね。ぜひなんかその若いコレクターとか初めてまだ買ったことない方にギャラリーで作品買うときどうしたらいいのかっていうのを話していただきます。だけどまず自分の好きなものを選ぶことが大事じゃないですか。だけどいろんなギャラリーあるんですよ。でそれまだ六本木10軒ぐらいあったけど、他にもいろんな地域にあるんですけど、まずいろんなところ見に行くっていうことがちょっと遊びみたいに見てもらって、好きな、作家もいるし好きなギャラリーもいるかもしれないんですよ。ギャラリーもいろんなね空間もあるし、人も違うし、選んでるアーティストも違うんで、それもまたあったりするじゃない。ほんであとはこのアーティストが面白いって思ったらそれをこう、今だったらリサーチが結構簡単にできて、そしたらその逆にまたアーティストの作品の中からどれが好きかっていうのがね、ここがまた悩みの問題になるんですね。だからそれをそこからこう自分に問いかけていくしかないから、自分が好きとか気になるとかそういったものを見ていくとすごくいいんじゃないですかね。それが一番。あとはそれがあったら、あとはねギャラリーの人に聞いてみる。どんどんいろんなことを聞いてみて、このアーティストがどんな人なのとか、本当にパーソナルなことでも何でもいいと思うんだけど、聞いてみてどういうふうにして作ってるのかをいろいろ自分でインプットして、その好きさ加減を確認してみたりすると結構いいと思うんですね。そうですね。受付の人たちも基本その時に展示されてる作家のこととかもちゃんと全部理解してる人たちです。そう理解しようとしてる人たちです。それだっただけどね。あとギャラリー見た時に、値段を聞いてみる。これっていくらなんですか？ドキドキしますねそれ。だけどね、聞いたふりをすることによって、出てくる情報量はすごい違いますから。なるほど。でしょ？なるほど、絶対そうですね。この人は買うかもしれないと思うと、僕らは全然そう出る情報量が違うわけですよ。いろんな意味でゲーム的な感じでなんかやったら面白いかなと思いますね。ギャラリストになろうと思うきっかけって何だったんですか？さっきも紹介した西村画廊ってところでしてて、一番初めに横尾忠則さんっていう人の展覧会を手伝ったんですね。で僕24ぐらいだったんですけど、横尾さんとその展示を一緒にしたわけですよ。ほんでね、地下室でなんか作業してる時に味噌ラーメンとか食べたりして一緒にちょっと夜遅くなってね横尾さんがここにいるって思った時にすごいち
超ミーハーな感じで、うん、そういうのが一番強いですかね。いやでもその美術館のそれこそキュレーターとか館長とかそういう方向もあったと思うんですけど、いやいやギャラリストになるっていう、それはねやっぱし一番アーティストと近いってとこかな。あー制作する人たちと近いっていうのが自分にとってはすごく合ってたんですね。なるほど。美術館の人たちはやっぱりその展覧会もちろんすごい展覧会できますけど、それで逆に深いこう木の個展とかでやったりすると深い付き合いできるんですけど、僕らはもう本当に毎月のように、まあ、2ヶ月に一遍は必ず変わってきますから、そういった意味でその自分たちの持っているギャラリーの空間がどんどん毎回変わっていくわけですよね。そういった意味ではいろんなものが見れるっていうことも、あとそのアーティストもいて無直に接せれるわけじゃないですか。距離感がやっぱちょっと全然違うんですね。そこら辺が結構僕なんかは合ってたんですね。なるほど。こういうアートの世界に、まあその飛び込んでみようとかそういうきっかけになった作品とかアーティストっていうのが、もともともう最初出会ったアーティストっていますか？作品一番初め僕あれなんですよ、中学校2年ぐらいの時に、高2か高3の先輩から、ジャスパー・ジョーンズっていう人の本を見せてもらったのね。僕落研なんですよ。僕身長大好き身長大好きなんですけど、それでその落研の先輩が美術が大好きでジャスパー・ジョーンズの展覧会を落研の先輩がジャスパー・ジョーンズをそう美術好きのなんか先輩が2人いて、そのうちの1人がジャスパーの展覧会カタログ見せてくれたの。全く分かんなかった全く分かんなくて、逆にそれがきっかけかな。本当にこのアートっていうものの、そのなんていうか今においてのアートっていうもののその潮流みたいなものってどう考えられますか？何なんだろう。それ結構潮流っていうのはこの間も難しくて、やっぱりいろんなイズムがあったじゃないですか。その時にやっぱり最近はコンテンポラリーアートっていうのは全体的な言い方になっちゃって、ポップアートとかそういうのはなくなってるところもあって、だから逆に個々の人たちにフォーカスが当たっていく。でそれたまたまねダンス詳しい人がいて、ダンスもやっぱりピナバウシとかマスクライン以降ってコンテンポラリーダンスっていう感じで、結構こう流れみたいなものがなくなってきてるところあるんじゃないですかね。潮流みたいなものが。そうです。だからもうダンスの世界はそれこそ本当にコンテンポラリーダンスというもので、ほぼほぼのものがくくられてしまうので、もう裾野が広がりすぎて、もうやる側も見る側も、コンテンポラリーって聞いたらどれってなるっていうか美術もね結構そういう感じがあって、でも逆にやり方自体は広がっていって、個々の人たちでスターが出てきたりはしたりすると思うんですけど、流れとしてはそんなに明らかにあるわけじゃないと思うんですよね。なんか一つの本当に SNS とかいろんなやり方があったりするじゃないですか。だから本当にそれぞれの表現っていうのがいっぱいあって、それで成り立ってたりするところがあったりするので、その個人個人のアーティストがある意味でこの世界みたいな感じっていうところがあると思うんで、そこからなんか覗けるものっていっぱいあると思うんですよね。そんな感じでやってますね。なるほど。では今回の講座は以上となります。ありがとうございました。本当にありがとうございました。